ジャムジャムラディオ。はい、皆さんこんばんは。ジャミジャミラジオ始まりました。スペシャルアットナイト、本日5月12日金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは〇〇さんということで、今日は誰でしょうね。その前に今日は、金沢からゲストパーソナリティが来ています。ジューミンさんです。どうぞ。はい、ジューミンです。皆さんこんばんは。お久しぶりですね。お久しぶりやね。はい、本当ね。はい。本当に楽しみにしてまいりました。先日ね、ランチライブも大盛況で、5月3日にランチライブさせていただいて、無事終了しました。皆さんありがとうございます。おひねりくださった皆さんありがとうございます。オープンステージのね、3月の時のオープンステージのお客様が結構来てくださって、非常に福井の方とも和気あいあいとね過ごせて、すごく楽しかったです。ありがとうございます。ということでね、今日はねなんとお初でございますね。今回というか最近ねずっとジャミジャミラジオスペシャルアットナイトねみんなお初でございますけど、今日は初のピアノの弾き語りでございます。すごいね、楽しみです。さあ、紹介したいと思います。まどころさんです。拍手。こんばんは、まどころです。はい、ということでね、まどころさんね、僕以前からね、ちょっとライブでね、ちらっと見たときに素晴らしいオリジナル曲を書いていて、でね、屋外のライブやったんですけど、ね、そこでね、すごい注目を浴びて歌っていたのがね、記憶に残ってまして、この人ね、どういう曲ね、いつも書いてるのかなとか好きなのかなとかね、ちょっとそういうのを思いましてね、今日は思い切って声かけたらね、ぜひぜひ出てくれるということで、いやー嬉しいですね。嬉しい限りでございますけど、今ねインフォメーションだけ終わったら後ほど、ちょっとやりますけど、ちょっといささか緊張してますね。めちゃくちゃ緊張してます。そうですよね。そうですよね。今日お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ジャミジャミインフォメーションの方、いきたいと思います。ジャミジャミラジオインフォメーションでございます。まずはテラスライブが6月3日土曜日にあります。時間は14時から17時、6組限定でございます。1人20分の演奏となっています。こちらの方は受付中で早い者勝ちとなっていますので、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして2つ目でございます。第2回森の恵みオープンステージが6月17日第3土曜日にございます。こちらの方は4月1日から開始となりました。そして締め切りは5月31日水曜日となっています。こちらの方は厳選な抽選を、しました結果、6月5日月曜日にホームページ Facebook にてお伝えさせていただきます。そして6月13日火曜日のジャミジャミラジオでも出演者の発表をさせていただきます。そして3つ目、オープンマイクが5月25日木曜日に開催します。時間は17時から21時、参加費は1000円、簡易機材は置いておきますので、参加した皆さんで順番を決めて仲良く演奏をお楽しみください。そして管楽器はお断りさせていただいておりますのでよろしくお願いします。飲食物は、持参の上、アルコール持ち込みは OK ですけども、飲酒運転は、禁止となっておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、すいません、私からもすいません、ご案内させていただきます。今度の日曜日になりますけども、5月14日日曜日に三河ジャズフェスティバルがあります。こちらの方は会場が三河37カフェと B&B 三河というこの三河駅の近くでございます。入場は無料で、そして、私は三河37カフェの方の司会もさせていただきます。時間は12時40分から16時40分、ありまして、そしてオルガンジャズユニット M4 さんと、私は少し歌わせていただきます。
歌と司会と、こういうタイムスケジュールで、やりますので、よろしければ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっと今回盛りだくさんでございました、はい、はい、本当にね、第2回の森の恵みオープンステージの方なんですけど、4月1日から受付してますが、もうぼちぼちもう結構な数がエントリーしてくださいました。はい、そうです。でもうねこれに関してはちょっと厳正な抽選という形になるので、まだ受付をしておりますけれども、ね、先ほど言ったテラスライブの方はね早い者勝ちなので、皆様ねまだね枠は多少ありますけども、少しだけ枠は、少しありますね。はい、よろしくお願いしますということで、はい。ね、また前回好評だったオープンマイクね、今回は第4の木曜日ということで25日に、行いますのでね、こちらの方も僕も仕事終わり次第駆けつけますのではい、ぜひぜひ皆さん参加していただけたらなと思ってます。はい、以上ジャミジャミラジオインフォメーションでした。ジャミジャムラディオ。はい、それではまどころさんのフリーライブということで、ね、いささか緊張しておられますけども、ね、ラジオ初めてですか？いや、なんか一回ね、丹南ラジオの黒川はるみさんの番組に呼んでいただいたことがあって、そこではピアノはなしで、なんかフリーで小さい秋見つけたとか歌ったんですよ。そうなんだ。でその時はこんなに緊張しなかったと思う。いや、してたのかもしれないけどごめんなさいね。ちょっともう震えてます今ね。僕は圧かけすぎるかな。いやいつも弱々なんですよ。そうなんですか。いつもこう本当に緊張が激しくて、でもなかなかね人前で演奏するって緊張しますよね。僕も全然もう20年ぐらいやってますけど、未だに緊張しますからね本当に。でも全く緊張しないっていうのもまたそれはそれで、結構間違えたりするんですよね。なのでちょっとぐらいの緊張はあった方がいいと思います。なるほど。まどころさんも演奏はもう確かなんでもう大丈夫です。頑張ります。はい。ということで、一曲軽く手鳴らしていきますでしょうかね。はい。それじゃあ曲紹介だけよろしくお願いします。そうですね。題名いろいろ変えまして、友達という曲です。はい。はい。寄り添い励まし心地よく包み込む優しさ、君が与えてくれたものそっと手渡してゆくよ、キラキラはじける大切なものたち。高い空に雲は流れ、時は過ぎてゆく。お別れだね、もう行くよ、クラクション走り出す。今はできないこと、いつかやりたいこと
心地よく包み込む優しさ、君が与えてくれたものそっと手渡してゆくよ、キラキラ弾ける大切なものたち、君が与えてくれたものそっと手渡していたよ、キラキラ弾ける大切なものたち。素晴らしい。いや声なんか調子悪いって最初言ってたけどそんなことないじゃないですか。大丈夫ですよ。いや、風邪ひきまして、先週、もう喉が痛くてガラガラ声でちょっと歌大丈夫かなって思ってたんですけど、いやいやいやそんなことないですよね。なんとか歌えました。本当に素晴らしい。ね、もう僕メッセンジャーで聞いて、声本当大丈夫かなと思ってすごい心配しとったんですけど、よかった。本当にね、1週間前はもう、本当にしわがれ声で、もう大変だったんです。本当に。まあ確かにね、風邪ひくとそうなりますよね。そうなんですよね。なんか弱いとこに来ますよね。そうですよね。多分その弾き始めっていうんですか、その時にしっかりケアすると長引かないですね。そうですね。それでこれはまずいと思って、まずもうちょうど長い休みに入ったところだったんで4日だったんですけど、これはもう絶対今晩やばいぞと思って、朝子供たちのご飯とかガーって買い出しに行って、で葛根湯と喉の肝臓原子を抑えるのを買って、でそれを飲み続けました。なるほどなるほど。休みの間中ずっと。そうか、大変だった本当に、すいません、もうコンディション合わせていただいて本当にありがとうございます。よかったです。間に合いました。ご家族の方とかには映らなかったですか？はい、私だけだった。よかったですね。そうなんです。よかったです。まあね、なかなかね、喉もね、コンディションね、合わせるの大変なんですよね、このコンサートに合わせてって。まあでも今日こうしてね、きちっと合わせてくれたこと本当に感謝したいなと思うんですけど。ありがとうございます。まあでも僕個人的なあれなんですけど、聞くのね、蜂蜜結構聞きますよ。生蜂蜜。そうですか、生の蜂蜜。ここで言うとね、三国のね、大沼さんっていうところでやってる。そう、有名ですね。なんかあそこの蜂蜜ね、本当風邪の引き始め聞きます。そうですか。僕、ちょっと喉をしわがれてやべえなと思った時に、ちょうどもらって大沼さんから、大沼さんちょっと知り合いでね、私いただいたことあったんですけど。そうなんですね。で、その蜂蜜舐めた時、すごいね、一発で良くなってね、もう2日ぐらいで。常備しとかないとダメですね。そうです。その蜂蜜ってその生と生じゃないのと違うんですか？あそこはもう本当に自分で山に行って蜂を育ててて、そこから直接やるので、ちょっと値段は確かに高いんやけど、でも他の全国的に蜂蜜ね、有名なところに比べて安いですって。そうなんですか。まあ普通のほら元気とかね、そういうところで売ってるやつよりは全然高いんだけど、効く。そして美味しいですか？美味しい。美味しい。いや私大沼さんの厳選してね、その花粉によってちょっと味は違うんやけど、みかんのやつ結構美味しかったな。みかんのやつ。みかんはね時期的なものが、そう時期によって変わるんですけど、大沼の蜂蜜ね、おすすめ。いや行ってみたいです。でも最近本当に休みの日ソフトクリームにね、蜂蜜かけて食べるというね、すごい背徳のハイカロリーのね、いや美味しそうじゃなくて美味しい。食べたくなりますね。ぜひぜひね、
言ってください。もう近々、すぐ喉良くなるかもしれない。そうですね。ね、ちょっとごめんなさいね、脱線しちゃいましたけど。いえいえ。はい、まあね、喉を大事にしましょうねということで、はい、まず最初にね、まどころさんにお聞きしたいのが、まどころさんの好きなアーティスト、ね、影響を受けたアーティスト、グループでもいいんですけども、なんかあったら教えていただきたいなと思うんですけど。一つだけっていうと、中島みゆきさんです。で、ここで、歌縛りっていう企画があるんですけど、森のめぐみさんで、その中島みゆき縛りの時には、手を挙げて出させていただきまして。何歌ったんですか？そうですね、有名なところだと糸。僕も糸歌います。僕も持ち食いです。一応僕も糸ですよね。糸とか、その時は歌姫とか、あと何でしたっけ、ホームにて。あと何だったっけな、もうなんか今ちょっと出てくる。これかな。あっちに置いてきた。そうか。楽譜はあります？ノート取ってもらっていいですか？一番そうです。その一番下の。ありがとうございます。今音響さんにアンチョコを持ってきていただいて、ちょっとあれは確か11月か10。去年ですよね。あまりにたくさん書いてあってもわけがわからない。曲だらけですよ。ですね。本当にこんなことで時間かけていいのか。いや、いいですよ。はい。ありました。永久欠番。歌をあなたに。ですね。で、さっき言った歌姫、糸、ホームにて。もっといっぱい書いてあるんですけども、これが歌いたいよっていう歌を。12曲ぐらい書いてありますね。まどころさん、やっぱりなんでしょう、中島みゆきさんの曲にやっぱ影響を受けて曲作りとかってやっぱやってるんですかね？いや、多分違うんです。それで、最近、中島みゆきさんみたいな曲作りたいと思って、今作りかけの曲と出来たてほやほやの曲があるんですけど、それはもうみゆきさんのファンの方が聞いたら、うわー、みゆきの真似したみたいな、そんな曲が2曲今。楽しみやね。いつご披露するかしらね。本当に。そうですね。それはまたちょっとお楽しみっていう。折を見てということで。そうですね。そうですね。はい。ということでね、ちょっと今ねチャットの方入ってますんでね、一緒に聞いてください。ね。はい。緑茶中毒さんからね、こんばんは、ジュミさん、まどころさんって入ってますね。ありがとうございます。まあ多分鶏肉食べながら聞いてるのかな。こんばんは。つまんでるかな、もうすでに。はい。まあそんなとこかな。はい。チューターセブンさんもこんばんはということで、マスさんから来てますね。こんばんは。お風呂浸かりながら聞いてました。ほのぼのありがとうございますということで、はい。ありがとうございます。聞いてる方おられますね。はい。皆さんもね、ぜひぜひチャットの方もね、見らしていただけたらなと思います。じゃあ入れてください。入れてください。ということで、はい。まあちょっと中島みゆきさんのねが好きだということで、いっぱいカバーされてるみたいですけど、またね縛りライブね、多分中島みゆきねまた来ると思うんで。そうなんですよね。年末ぐらいにね。はい。またちょっとなんか毎年やってるんですか？毎回ちょっと縛りライブここでやってるので、その一つのアーティストだけにこだわってね、今日は何々みたいな、その曲しか歌っちゃダメ。なるほど。そのアーティストの曲しか歌っちゃダメ。やってますのでね。はい。まあ皆さんぜひぜひ。はい。ちなみに今月5月28日日曜日はかぐや姫。かぐや姫。はい。6月25日日曜日アリス。7月30日、日曜日ね、これいずれも日曜日なんですが、カイバンドというふうになっております、ね、これ日曜日、ね、18時30分オープン、19時スタートということでね、はい。まあ、今後の縛り予定で浜田省吾、浜田省吾もあります、ね、チャゲアス、アルフィー、ね、ハウンドドッグ中島みゆき、中島みゆきやっぱ、ね、あとユーミン、ね、マットアユーミンね、はい。
大御所のとこだ、はい、本当ですね、やりますんで、はいはい、演奏できるっていう人もねもう間違いなくこの受け付けておりますのでぜひぜひということで、はいね、中島みゆきの時はもうこれ真所さんライブやと言ってもこれやっぱり中島みゆきファンがたくさん来るんでしょうね。本当に、なんかすごくね温かい雰囲気で皆さん本当に楽しく聴いてくださってなんか幸せでした。本当ね。浜田省吾なんかも来そうな気するけど、結構根強いファンいますもんね。いやなんかいろんな曲あるじゃないですか、浜省って。私甲斐バンドが大好きです。甲斐バンドね。甲斐バンドも結構ファンの人多いですね。福井県ね。はい。ちょっと楽しみですけども。はい。楽しみですね。ぜひぜひね視聴されてる皆さんも芝居ライブもね覗いてみてはいかがでしょうということで。はい。ということでグダグダでございますけども、はい。それではもう一曲真所さんに弾いていただこうかなと思います。曲紹介お願いします。はい。今から歌う歌は。だいぶ前ですね20年以上前に作った曲なんですけど、その時は違う歌詞がついてまして、なんだろうボーカルがいたんですよ。私がピアノ弾いたんですけどボーカルの子がその恋心を歌った歌詞をつけてくれて歌ってたんですけど、その曲とても自分で気に入ってるので、もうその可憐な恋心の曲なので、ちょっと自分には合わないなと思って、その時すごくこう気になってたことを、歌詞にしたんです。でそれがこうなんか今すごいとても大事なことを歌ってる内容なんかもう聞いてくださると分かると思うので、言いませんけど、今歌うべきだなと思って歌います。なるほど。はい。で小さな幸せという曲です。小さな幸せ。はい。そのうちそのうちそのうちにと明日へ伸ばしてしまったけれど、今この時を逃したら後悔するから伝えます。遠い国の話じゃない、今の静かな生活が奪われるかもしれない、壊されるかもしれない、小さな幸せこの手で守ってゆきたい。そのうちそのうちそのうちにと手をこまねいているうちに大切な人の命さえ危うく心が騒ぎます。遠い国の話じゃない、黙って静かにしていたら騙されるかもしれない、奪われるかもしれない、小さ
小さな幸せ、大事だね。うんねはい。今なんかねちょっとね本当にタイムリーなそう曲だなと思いますね。そうなんです。本当に。でやっぱり結婚して、子供がいて守りたいものがあって、こんななんかこうぼやぼやと平和ボケしててはいけないと思って作った曲なんですけど、なんていうのかな、詩人じゃないのでそんな素敵な詩は書けないし、なんていうのかな、こうプロみたいにその説得力もないかもしれないけど、自分の周りの人にちょっとでも自分の気持ちを伝えるのにすごくこういうなんか話題ってあんまり出せないので、出しにくいので、曲で歌っていけたらいいなと思って作りました。でもこの曲にするっていうことで、なんかこうみんなも聞きやすくなるというか、なるほど。そうだなってこう、思いね、自分の中でこう振り返らされるというか、今ちょっとそういう気がしましたね。本当にね。なんかね、ジョン・レノンみたいに、ね、ノーモア・ウォーとか、歌いたいんだけど、なんかあんまり直接的なこう表現ばっかりだとなんかなと思って。そうですよね、本当にね。でも本当に自分のこの身の回りの本当にね大切な人だったりっていうのをね、戦争っていうものが奪ってしまうっていうのはね、でも今後日本もあり得るかもしれないですよね。そうなんですよね。全く遠い国の話じゃなくて、だって冷静に考えるとロシアっても我々の隣の国ですよね。本当に。だからそれを考えた時にやっぱりね、本当にウクライナで起こってる惨劇っていうのは、僕らちょっとやっぱりねあまり無視できないなっていうのはあって、ちょっとそのことをねふっとその今曲流れてる時にね、そのウクライナのね戦争のちょっと映像がね僕の中では脳裏に浮かびましたね今ね。本当にだから、まあでも、いやよくぞこういう話題を取り上げてくれたというか、こういう歌詞をね。そうなんかやっぱり発信したいことが自分にあるんだなっていうのを曲作りの中でこう思いますね。そうですよね。日本はもうねやっぱラブソングとかそういったものがね、ある程度主流じゃないですか。でそれじゃなくってね、こうしてちょっと俯瞰した感じでね、こう自分の思いをこう吐露するっていう曲はね、なかなか大人じゃないと書けない感じですね。さすがまどころさん。ありがとうございます。私ちょっと一つ聞きたいのが、そのまどころっていう名前ってどんな由来でつけてるのかちょっと聞いてみたいんですけど。夫の名字です。そうです。そうなんです。名字ですか。間にところって書くんです。変わってますね。そうですね。あります。よくあります。僕は本当ですか。存じ上げておりました。私初めて聞きました。金沢ないんか。初めて聞きました。福井で僕まだ知ってる人でいるまどころさん。そうなんですね。でもなんか甘所さんですかとか言われます。甘所さんね。まんどころさんですかとか。そのまま読めないってことです。だからあんまりこう変わった名字ですねっては言われますね。まあでもほらまあでもまどころさん全国的に見たらそんなにむちゃくちゃ珍しいって感じじゃないと思うけど、多分ね調べたんですよ。そうなの。なんか名前ランキングみたいな。名前ランキング何位か覚えてないんですけど、全国に5万何千人ぐらいいました。いるでしょ。そんなにいるんだ。多分全国で見たらそうやろうなと。そうなんで、ちょっと余談ですけど、私の元の名前は全国に30人でした。少ない。名字なんですか。そんな変わってるんですか。変わってるんですけど、ボンデって言うんですけど。そうでしょ。一回じゃ聞いてもらえなくて、電話でボンデですけど、はみたいな。なりますよね。ボンデ、お盆の盆に出入り口の出って書くんです。へえ。なん
かポンデリングとかそうそう、そう僕今ミスタードーナツ頭の中ミスタードーナツだって今。ね、子供の頃はね、ボンでボンカレーとかね、電棒カレーとうんか、はいいろいろいじめられましたけど、いや変わってますね。変わってますそうね。なんだだからもう私にしたらこう真所になって、うんもうやっと普通の名前になれたわって思ってたんだけど、変わってますねってやっぱりそうなんだ。言われるっていうね。はあ。いや僕はこれ全く別の話で笑い話なんですけど、ええ僕の知り合いのお家がね、御手洗さんっていうんですね、お手洗いって書いてあるはい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 で、ちょっと山の際にお家あるんで、はいスキーのお客さんで用を足していく人が結構いるっつってでもそこちょっと大きいお家なんで、ちょっと大きいお家なんで何も言わずに貸してはいるらしいんですけど、やっぱりこの名字が悪いよなっつって表札立てかけとくのどうなんだろうなっていうのを言なんかってたんだけど、御手洗さんってなんかそうホラー映画かなんか出てきませんでした、その名前の。それを知らねえそれを知らねえけどなんかホラーってイメージがつくんですよ。私昔読んだ推理小説のなんかそんなイメー御手ジありますね洗教授の何々とかそうだから御手洗さんも結構いるのはいるんですけど、いますよね。でちょうどそのお家が門構えがちょっと広くってお手洗いって書いてあるから御手洗いなんですけどね、すいません おトイレっつって来る人がいたみたいで、まあこの表札屋で仕方ないよなって言ってそこのお家はね、心大きい人なんで、いろんな人がトイレにそう用を出していくみたいな公衆便所になってるみたいな話ですよね。はいね、まあそういうバカな話ちょっとしちゃいましたけど、はい、まあちょっとここでちょっと話戻しまして、はい。本当窓頃さん僕声がね、はい素晴らしいなと思って、ありがとうございます。なんでしょうボイス先生に僕いろいろちょっと教えてもらってて今ね、はい勉強してるんですけど、はい鼻腔の共鳴と要は鼻の響きと喉の響きのバランスすごくいいんですよね。あ、私がですか。そうです。ありがとうございます。でそのつなぎがうまいからそのファルセットに入った時もあんまりそのファルセットわかんないんですよね。わかんない。あうまいなと思って。なるほど。テクニック的にそこを聞いてくださってるんですね。僕聞いてます。なるほど。ちょっと僕も将来的にねちょっとこういうね歌い方というか発声のねそういうのを教えたりっていうのできたらいいなっていう。なるほど。今ちょっと勉強中なんですけど、でもその声がね本当にね素晴らしいなと思ってね。ありがとうこれなかなかできないんですよね。それはね、声楽をずっとやってたんですよね。20代の時にね。でその時にやっぱりその何箇所かひっくり返る場所があるんですよね。音がこう4度か3度か4度か上がるたんびにひっくり返るんですけど、結構ひっくり返るタイプ。何箇所もあるんですよ。多いんですか窓頃さんって。みんなあると思います。知らないけど。いや僕先生から聞いたんですけど、それがむちゃくちゃ多い人と少ない人って言うんです。私は多いかもしれないですね。で自分で分かるんですよね。上がったり下がったりするのに、ここがダメなとこ、ダメっていうかひっくり返るところだなって分かるじゃないですか。そうすると、それは声楽の先生に習ったんですけど、高いところからひっくり返らないように下まで降りるんです。わかります。そうすると低い音は全然出ないんですけど、ひっくり返らないから。その練習をずっとしたんです。ちなみに低い音って、ピアノでいうとどのくらいの音ってぐらいで出ます？ちなみに窓頃さんって窓頃さんも結構広いんかなと思って。この辺ですかね。ファぐらい。ファですか。何番目のファでしょう。1、2、3。真ん中のドから降りて、ドシラソファですね。3の F か。3の F ってことです。3の F ってことね。そうか。3の F から上ってどのくらいまで出ます？だいたい自分で。どうですかね。その若い頃声楽やってた時は、この辺ぐらいまで出るんですけど、6までいっちゃいます？今はこれがもう A が出ないので、A ですね。5A ですね。5の A やね。はい。A が出ないので、まあ Gぐらい。なるほどな。でももう使わないですけどね。そんな高い音も低い音もも
中音域で作るし、なるほどなる中ほど音域で歌ってます。なるほどなるほど、うんまあ弾き語りする上ではやっぱねちょっとね、あんまり高いすぎる音域使ってもね難しいところがありますからね、技術的にね。なるほどなるほど。いやでもね本当にいい声だなと思ってね、ありがとうございます。聞き惚れておりますけども、はい。まあね、まあ声楽やっぱ習ってたからね、やっぱすごい声の出し方とかも綺麗だということで、もう全然出ないですけどね。いや健在ですよ大丈夫。ありがとうございます。声すごい綺麗だし、すごいなと思ってね。はっきり聞こえる。はっきり聞こえるね。あ、本当に、うん、はっきり聞こえる。なんか窓五郎さんね、声のボリュームがって言ってるけど、はい、滑舌とかもいいからすごい飛び込んでくるかなって思います。あ、そうですか。それはやっぱり日本語じゃなくてドイツ語とかイタリア語で歌うじゃないですか。はいはいはい。そうすると発音イコール発声なんですよ。ああ、そうなんだ。なんかそのドイツ語のドイツ語じゃなくてドイツで声楽をやった先生に習ったんですけど、最初にこう例えばヴェールっていう単語があるじゃないですか。日本語で言うとベールなんです。でもベールじゃない、ヴェールだ、ヴェール、こっから出すんです。ヴェール、それ歌じゃなくて言葉がそうなんですよ。だからその向こう声楽でね、向こうの西洋の発声なんで西洋の言葉を歌にしてるので、その発声からしても、で日本語で喋るのもその歌の先生はなんかあらおはよう、あらおはようみたいな、なんか今声が出ないんですけど、ちょっとどっかこの辺から、頭の上の方からこう声が出るじゃないですか。やっぱり声楽してこっからお腹の下から声を出すと頭の上に響いて出るっていう、それをすごい一時期一生懸命やったからかなと思います。なるほどな。さすが、深いいやそれがねやっぱり歌に出てるからな、すごいなと思ってね、当たり前のことのようなんだけどもね、これなかなかできないですからね本当に。なるほど。すごい。そんなね窓五郎さん、ライブ前でルーティンとか気ぃつけてることってありますか？歌とかピアノとかで。さっきの御手洗さんの話なんですけど、お腹の調子が悪くなるんですよ緊張してすごい緊張して、でもう必ずトイレに行くんですけど、トイレに行く時間帯ですよね、いつ行ったら本番に間に合うのか。でもなんか本当に出る直前に行きたくなりません？そうなんですって。すっごくそれも私昔そうだったんですよ。もうその時のお腹の調子が全てカッでもう出てくみたいな。それまでもう本当にずっと蓄積されてたものが全部きれいになるみたいなぐらい緊張する。そうですよね。まだ前そうでした。だから本当に歌う前に3回ぐらい行ってました。本当そうですよね。でも確かに本番前必ずちょっとトイレから不安になる。そうですよ。僕もそうでしょ。やっぱそうだよねみんな。あとね、手がね、冷えないように、それすごい気をつけてます。今はもうあれですけど、4月の半ばぐらいまでは手袋です。必ず。でも11月、10月の終わりとか11月にはもう手袋です。やっぱ感覚変わりますもんね。ピアノを触った時とか、ギターもそうなんですって。もう感覚変わるから、コードあれこれでいいんやったっけってこうだんだんなんか動かなくなる。動かなくなるし、で触った時の多分ピアノも一緒だと思うけど、いつもの感覚とガランと変わっちゃうんですって。違いますね。コードの和音の響きこう手から感じてくるのがまた全然変わってくるんですよね。多分もうギターもそれピアノも一緒だ多分。わかるわ。寒いところで僕もコンサートするの嫌なんです。嫌ですね。寒いところ。本当にわかるわ。声も筋肉も固まっちゃうしね、声もね、固まっちゃうから。僕はあんまり20代の時は思わなかったんですけど、本当にもう20代の時に11月とか屋外でライブしててもよく年配のね演者さんにね、お前よこんな寒いところで声出るなっつって褒められたんですけど、いやもうやっぱ
基本的に体温はやっぱ若い時って高いから、そうですね、あんまり感じないけど、やっぱねこの50近くなってくるとねダメだわ喉ね気をつけないとね、本当にすごいね。まあでもちょっとね真所さんもねちょっと歌のこと詳しいからね、ぜひぜひね今度、はい、森の恵みでも、はい、その歌うたいのための、はい、ねなんでしょう声の講座みたいなやつをねちょっとやりたいなっていうのをちょっと思って、あ、そうなんですか。はい、また真所さんにもねちょっといろいろね、お知恵をねお貸ししていただけるといいなと思うんですけど、さっき話された声楽の話とか聞きたい、そう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 、ああ、なるほど。そう今ねやっぱりボイストレーニングもね声楽的な観点のやつと、はい全くほらポップスとか専門で歌うってもう、ボイストレーニングも今もう細分化されてますからね、そうですね、そのジャンルって、でそういうのをねやっぱねみんなでこういろいろね意見とかねこんなこと今最近言ってるよっていうのねいろいろみんなで集めるとみんなで勉強できるし、いいですね、みんなで上手くなれたらいいですね。そう福井県をみんな歌うまい人に素晴らしい。俺石川県に貸したい石川県うまいんだもん石川うまいんだもん本当に。いやみんながうまいわけじゃないですよ。いやでも石川県の福井もうまい人いっぱいいます。石川県ちょっとに負けてるやっぱ都会ですね。そう人口がねやっぱりレベルが違うんですけど、まあなかなかおこがましくてね、石川県民多分今聞いてる人いたら山子もないお前生木のやつはって言ってる人いると思うけどそうなんですって、まあねそういうのでね、まあでもちょっとお互いこう切磋琢磨していけたらね、石川県も福井県もね富山県もみんな上手くなればいいかなと。本当ですね。北陸地方みんなで上手くなるとね本当に楽しいですね。ということでね、話は尽きないんでございますが、3曲目いきましょうか。はい。3曲目はですね、ちょっと一気におちゃらけな感じで。タイトルに見えないですね。そう。愛しの点々点っていう曲なんですけど、なんかちょっとジャズっぽい曲を歌いたいっていう人がいて、耳コピーして練習してる時に私もジャズっぽい曲作ってみたいと思ってできた曲です。なるほど。はい。ジャズっぽい曲。ぽいんですけどね。愛しの。まあなんちゃってジャズですね。はい。楽しみだ。はい。よろしくお願いします。お願いします。目覚めるとそこにあなたがいる。私はあなたの虜なのよ。あなたと一緒に過ごしてるとなぜだかいつでも癒されるの。ふと思うのあなたに包まれこのままもう一度眠りに落ちてしまいたいの。
包まれこのままもう一度眠りに落ちてしまいたいの。ブギウギという感じで、左手のこのベースラインがかっこいいですね。そうなんです。それをかっこいい曲にしたくて頑張ったんですけど、なんかね、演奏が難しくていや難しいっすよ。難しくてこうやっぱり一人でベースもやって和音もやって、歌も歌って、もう難しいですねやっぱねいやでも本当に左で面白いなと思って今ありがとうございます。聞いてみました。本当にね。いやなんか低い声もはないんかいいような気する。そうですか。今ちょっと高いところも歌いましたけど、低いばっかりの曲もなんか意外と合うような。じゃあ今度低い曲弾きたいです。作ろうかな。低い感じの曲ね。意外と合うんじゃないかな。真心さん僕意外と低い声出るんじゃないかなと思って。意外と。まあでも低い声の方が喉が痛くなりますね。ああそうですよね。いや僕も喉痛める時やっぱ地声使いすぎた時がやっぱ一番なんか喉にやっぱ響くんですよね。全体的にこう痛める時そうだわ。そうこういう今日は作った曲ばっかりですけど、こちらでねお昼させていただいている時は割とそのコピーばっかりでなんか愛さんのストーリーっていう曲あるじゃないですか。あれもコピーしてるんですけど、低いんですよね。あれね、低いところ本当低いです。低いんです。で全然声出ないし、あれ歌うともう喉やられちゃうみたいなそういうのがちょっとありますね。そうか、なるほどな。まあでも本当にでも低い声もね、まあ結構高い声から低い声まで自在に出せるなと思ってね。そうですかね。すごい嬉しいです。ありがとうございます。本当になかなかこのキーの幅でピアノ弾きながらって難しいよね。どっちに集中したらいいんだみたいな感じ。そうなると思う。なりますね。実はですね、まあ友達がいないから一人でやってるんですけど、歌をすごく上手に歌えてたら私のバックでやってって言って集めると思うんです。でピアノがすっごいうまかったら、私がバックやってあげるからあんた歌いなさいってやると思うんですよ。でどっちも中途半端なんで、一人でどっちもやろうみたいな風に思ってやってるんですけど、いやでもなかなかねどっちもやれる人もそんなにいないです。でもなんだろう、俯瞰してやっぱこうものを見るっていう癖ついてる人ってやっぱり、いろんなこと手出すと思うんですね。だからのめり込みやすい人って一つに行くと思うんです。なるほど。系統的になんかほんでなんかね、こうやって歌詞聞いててもやっぱ広い目で見てるなと思うから。あ、そうですか。でもこれはこれでありだと思うし、すごくねミュージシャンとしてもね、歌い手としてもね、ピアニストとしても素晴らしい。やったー。本当にありがとうございます。もうこのスタンスでねやってほしいけど、まあでも今度僕曲作った時ちょっとピアノ入れてほしいなと思うんですけど。ああいいですね。本当に。じゃあぜひ。今もテーマソングね、ジャミラジ作ってるんですけど、あれ今ベースの人とかもちょっといないから、あれやったら真所さんに。ベース入ったらいいですね。ベースもね今ベースの人も募集ないけど、ピアノでね真所さんでもピアノのベースバージョンみたいな。いや合いそうです。ちょっと嬉しいです。また声かけてください。すいません本当にね。番組を通してねこんなことを約束させちゃうなんて。ここでは断れないみたいな。こうやって。後で実はって。はいまあくだらんことばっか喋ってる。チャット来てますね。はいね、ちょっとチャットまだお話しさせてもらいます。はい、緑茶中毒さん。バーベキューしながらのジャミラジは最高の雰囲気が出てます。そうだろうね。バーベキューいいな。なんか今日鶏肉食べるって言ってました。そうなんだ。いいね。いいなバーベキュー。ビール引っ掛けながらやってるんでしょうね。最高。羨ましいな。はい。チューターセブンさん、名前や地名は特殊読みがたくさんありますよね。そうですよね。本当に。ね。ちなみにね今日ねチャットの方でね。
私の名字変わってるよ、僕の名字変わってるよっていう人いたらぜひぜひ送ってください、そうですね。読み上げます。変わった名字とはクイズにしてもいいですよなんて読むでしょう、そうそうね。はい、ということでね、もう本当楽しいひとときなんでございますけどもね、真所さんは実ははいピアノの先生をされているんですよね。ピアノの先生何年ぐらいされてます？もうまあ年がバレるんですけど、学生の頃からもやってたので。学生の時からやったんですか？そうなんですよ。すげえ。そうするとまあ30年33年ぐらいすげえです。すごいね。すごいな。だからこの演奏だよね。納得ですわ納得ですわ。この落ち着いた演奏というか、そうね。いやもう体の中はぐちゃぐちゃですけどね。心の中も頭の中も。いやそんなことはない。そんなことないです。ちゃんとしたオーラが見えてます。本当ですか？まあピアノの先生されている上でなんか心がけてることとかなんかそういうことあります？気をつけてることとか。ですね、私ホームページもあるんですけど、その一番大事にしてることは、ピアノってその小さい頃習ってたけど途中でやめちゃってもう弾けなくなったっていう人がすごく多くて、やっぱり私が小さい頃もちっちゃい時は周りみんな習ってたのに小学校終わったら半分やめちゃって高校入ったらもうクラスに1人か2人しかいないみたいな。でまあ人それぞれねやりたいことがあるのでずっと続ける必要はないんですけど、小さい頃ピアノやってたから今も弾けるしよかったという生徒を作りたい、たくさん。もう今もう昔はやってたんだけどねもうやめちゃってもう弾けないっていう人じゃなくて一人でも続けられる生徒が増えるようにしたいなと思ってピアノ教室をやってます。なるほどな。はい。でも真所さんどうなんですか？教える時ってそのご本人さんが弾きたい曲をこう教えるって感じでですね、大人の生徒はそうです。はい。で子供は、今のとこはもうその時期にしかできないことなんて言うんですかね。その子供10歳まで、例えば10歳までとか20歳までとかにできることってすごいたくさんあって、寄り道してるともったいないんですよね。寄り道は大人になってからできるから、今その伸ばせる時期に技術を伸ばしてあげたいって思うので、割と厳しめにこれをやりなさいです。そうなんだ。やっぱりほら幼少期の頃にやらなきゃいけないってかしか身につかない技術ってやっぱあるんですか？ありますね。で大人になってもちろん大人になってからももちろん筋トレと一緒ですから、やり始めたらやっただけ、やり始めた時から伸びるんですけど、やっぱりまあ何でもそうですけどね、スポーツでもね、10歳までにこれだけはっていうことがあります。で中学校には中学校なりのその伸ばし方もあるし、ただもう部活とかね今忙しいんで両立って本当に難しいですけど、ちなみに真所さん今ピアノの生徒募集中でございますか？募集中です。はい、皆さん真所ピアノスクールまでよろしくお願いしますということで待ってます。本当にね、真所さんのなんか弾いて歌う姿を見たらね、なんか歌もピアノも楽しいなって思いますよね。思いません？習ってみたいなと思います。いや嬉しい。自分はやっぱりやっててよかったと思ってるし、続けてられるので、本当にそういう人とまた出会いたいし、大人の人は特にやっぱり子供と違って、子供って大人に連れてこられるじゃないですか。でも大人の人は自ら来られるので、もうその姿勢とか勉強する姿勢とかはこちらがやっぱり勉強になるし、いただけるものもすごく多いです。そうですよね。先生ってあれですよね。
教えられるだけじゃ教えるだけじゃなくて、その生徒からのね、そう教えられることもやっぱたくさんありますよね。そうですそうです。交換ですよね本当に。ね、やっぱり今大人の話をしましたけど、大人からはこう精神的なものをすごくたくさんもらうんですけど、子供からは、一つずつの技術を身につけた時のそのなんていうのかな、あ、これできる、今できるようになったっていう喜び、その歩けない子が立ち上がって歩き始めるみたいな、そういうのをこう間近で見れる喜びっていうか、それがもうやめられないというかね、今この子これできるようになった、よかった、もうなんかその瞬間に立ち会えてよかったって思いますね。それは今の喜びです。まあでもピアノって結構子供に習い事としてはもう結構1位2位争うぐらいですね。水泳とかピアノってね上位の方来るって僕聞いたんですけど、なんかね有名なね脳科学者の方がテレビで言ってたけど、やっぱりちっちゃい3歳とかからピアノを始めると頭のその海馬がもう発達がもう全然違うらしいですね。らしいですね。でやっぱ脳みそもすごく大きくなるし、ピアノは本当にピアノさえやっとけばなんか運動神経も全ての能力がこう、アップされるというか。そうみたいですね。だから10本全部使うからね、本当にね。ピアノからこう入った子がドラム叩いたりってしだすって知ってる？いや知らない。いやだからもうピアノすごい上手になった子打楽器させると意外とドラムいきなり叩ける子多いんですって。全部ほら足も手も全部バラバラにこう動かすから、もう糸もたやすく。で僕友達でねバンドやってた子でドラムとピアノやる子、まあ X の様式みたいなちょっとそこまですごくねえけどそんな子がいて、そいつすごいのが打ち上げの時に両手で飯食えるのよ。片っぽでスプーンでピラフ取って片っぽでスパゲッティ取ってみたいな、両方でそいつが一番食べるみたいな、すげえなっつって言ってて、打ち上げの時に、私もちょっとピアノ習ってたんですけど、やっぱ習うと左手が器用に動くようになりますね。そうパソコンする時にね、すごい楽でしたね。やっぱり違うなと。そうなんですか。パソコンは楽でしたね。そうなんや。どっちも同じように動けますね。てか全然今パソコンできないけどなんかできそうな人みたいに言っちゃった。まあね、ということでね、本当に窓ごろピアノ教室皆さんお待ちしておりますのでね、はい、大人も可能だそうなので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はね、歌もちょっと教えてるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。そう、発声から。それもなんでしょう、声楽に基づいてっていう感じの。ですね、今もう自分がもう声楽がもう歌えないので、声楽は教えられないですね今は。若い時は何を教えてるんですか？もうその人が歌いたい歌、何歌いたいですかってまず聞いて、そうするとポップス大体持ってこられるので、全然私が知らない歌でも楽が手に入るやつは、じゃあそれやりましょうって言って、それであれなんてコピーいっぱいできるっていうのはそれもあるかもしれない。納得。いやレパートリー広いなと思ってて、Facebook とかでもここので動画ね、田島マスターがね回してるのね見てても結構いろんな曲弾いてるのね映ってるからさ、窓ごろさん演奏素敵だなと。やっぱり生徒さんの影響って大きいですよね。大きいです。こんな曲あるんだっていうね、発見がすごくあるし。何年か前に藤井風さんっていうのを教えていただいて、藤井風すごいね。すごいですね。でまだ紅白に出る前だったので全く知らなくて、で聞いてみたらもうすごいあの人のコピーするとめちゃくちゃピアノ難しいんですけど、すごい和音がいっぱい出てきて。いやでもボーカル的にも相当難しいですよあれ。ですね。男性だからもう全然声域違ってコピーはできないですけど、ピアノだけでもあれやるだけで全然自分の腕が上がるっていうか、
人はすごい。岡山弁で歌った曲とかすっごいかっこよかったし、ほ岡ら山弁で歌うんですか？そうなんや。知らん？岡山弁の歌があるんですよ。私あんまり藤井聞いたことないですよ。風すごいよ。いや、岡山県っていうとさ、かの有名なビーズの稲葉さんがすごいボーカルやって言ってるけど、僕は藤井風さんの方がすごいと思う。あれはもう才能の塊ですよね。そうですね。あんな風にできたら。しかもピアノ弾きながらあんだけ歌うから、ピアノの腕も相当ですよね。いやもうこの間うちのね兄弟の姉がね藤井風のコンサート行ってきたっつって。あ、そうなんですか。まあね、風民がいっぱいいて、藤井風のファンの人がいっぱいいてね、もうすごかったって言ってたけど、でもやっぱピアノがねあまりにもうますぎてビビるって弾くってまあ歌もすごいんだけど、歌もピアノもどっちも完璧だからすごすぎるっつって言ってて、で今まで一番アーティスト聴いたアーティストの中で一番良かったなっつって言ってましたね。ね、ぜひぜひ、ね、僕も行きたいなと思うけど、なかなかチケットも取りにくいらしい。福井に来てた。そう3度も来てたらしい。いや実はね、私も後から聞いたんですけど、当日券があったらしいです。そうキャンセルがあったってね、キャンセル雪でそう、1日目がね雪で交通網がもうダメだって。でもだって福井って降るとき降りますよね。そうちょうどね降る時期やったもんね。そうちょうどね、1月ね。あれまだ行ったら入れたんだよって聞いて、ってでも雪で無理だったわってね、やっぱそういう感じだった。で県外の人断念してもうキャンセル相次いでちょっと余ってたみたい。2日目はねもう余ってるって殺到したそうですね。あ、そうですか。ほんで福井県内の人でも2日目にこう取ったっていう人いたみたいですね。噂によるとまあでもすごいね。まあぜひぜひね、藤井さんもねここに呼べるといいんだけど。いや絶対無理。それ無理だ。でもダメだ。ジャスラックかかってる。全部。デモテープしか聞けねえや。はい。ね、バカ話ばっかりしてまいりましたが、はい、それではね、まどころさん最後の曲ということで、はい、曲紹介をお願いします。はい、これはですね、友達がね本当に辛そうな友達を見て作った曲なんですけど、何もできなくて、なんかでも力になりたくて作った曲で、そうですね、多分私が作った曲の中で、どれも大切ですけど一番好きな曲です。月の綺麗な夜に。はい、よろしくお願いします。月の綺麗な夜に。はい、最後の曲ですけどもね、はい、皆さん聴きましょう。月の綺麗な夜にあなた
ける日がきっと来るだろう。出会いは必然で二人は合わせ鏡、力になりたくて力になれなくて、でも泣かないで、もう泣かなくていいよ、もう泣かないで、もう泣かなくていいよ、輝ける場所を見つけよう今夜、月のきれいな夜だから。素晴らしい曲でございました。ありがとうございます。月の綺麗な夜ね、今日はお月様綺麗かな。いや見えそうですね。やっぱりね、ライトの明かりだよね。ライトですはいはい。ほんでもね、なんかね、やっぱ、はい、あの頃さんの曲ってシンプルなんだけど、はい、なんか深みがあるよね。あ、そうですか。そう。深み、なんかこう聞いてて、はい、なんか多分みんなおのおの思ってること違うと思うんだけど、はいはい、頭の中に思い浮かべてること、なんかこう想像膨らましてくれる曲というか。ありがとうございます。でもその詩人じゃないってさっき言いましたけど、詩人じゃないけどなんかそういう風に思ってもらえたらいいなと思って作ってます。その本当に。でもなんだろうな、なんかこれが正しい例えかどうかわからんけど、はい、ほら小田和正さんで和正さんの曲で、はい、ラー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 って歌っていく曲あるじゃないですか。はいはいはい、あれもなんかこう悲しみを感じたりとか、なんかこう切なさ感じたりっていうのをラだけで表現して、本当にシンプルな曲なんですけども、あれもいろんなこと想像するじゃないですか、自分の中で。ラララの時にね、そう自分の中の思い出をね思い返して、だからそういうのにちょっと近い感じがするなと思ってて。ありがとうございます。なんか小田さんと一緒に並べてくださっていやそれ多いですけど、ありがとうございます。本当だからもうこれからもね、曲いっぱい作っていってほしいなと思うんですけど、はい、緑茶中毒さんからもね嬉しいチャット届いてますよ。まどころさんの曲が良すぎてもう最高です。やったやったとかもう拍手がもう連打されてます。ありがとうございます。南本さんからも来てる南本智也さんね、この今流れてる BGM を作ってる南本智也さんね、こんばんはということでね、こんばんはだけか。こんばんは。南本さん。こんばんは。ね。はい、まあね、彼もね、そのうちスタジオ呼ぼうかな。素敵ですね。準備しといてね。いい曲ですね。これ猫になるって曲なんですけど。あ、そうなんですか。猫になる。はい。秀逸な曲なんですよこれ。僕の10曲選べって言った中に必ず1曲この曲入ります。この曲すごい好きなんですけどね。まあ源智也さんからもチャット来ておりますけど。まあ今日本当にね素敵な曲をいっぱい披露していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。今年のね、主な活動予定って何かあります？今から。ですね。そうですね。個人的なことで言うと、今年は新曲を3曲作るって決めてあるんですけど、で3曲とも今もう着実にこう進んでまして。1曲はほぼできてます。本当は喉の調子が良ければ今日歌いたかったんですけど、それがすごく中島みゆきさん的な曲なんで、みゆきファンが聴いたらこれはちょっともしかしてちょっとピーみたいなそうなの知らんけど、なんかあそこの歌の部分だ、この曲の部分だっていうのがそうなんだ、散りばめられてるんだ。そうね、そう
でそれがまあ1曲とちょっときれいめの中島みゆきさんっぽいやつがもう1曲と、もう1曲怒りの曲。怒りの曲です。すごい腹が立って腹が立った時に作ったロックンロールになったんですけど、それ今まだ完全には完成してないので発表はまだできないんですけど、なるほど。そういう曲を今3曲今着実に準備してます。で近々、5月の21日にですね、越前市のサクセスという居酒屋平ちゃんの2階なんですけど、蔵の辻のねすぐ横にあるとこなんですが、そこで実験ライブというのがありまして、野瀬さんの有名だ有名な野瀬さんの野瀬夫婦の復活しましたね。そうなんです。そこの実験ライブで多分その中島みゆきっぽい曲をやろうかなってちょっと思って、楽しみだな。野瀬さんのね実験ライブね、結構面白いんです。あそこはでもこんな演奏を聴かせちゃってごめんなさいっていう、無料それどころかみたいな、なんかお菓子とコーヒー出てくるみたいな、いっぱい出てくるっていうのはそうなんです。噂は金がね聞いておりますけど、いつも僕は仕事で行けないんです。いやもう休んできてください、ぜひ休んでとか言って。21日で何日曜日ですね。で夕方5時からになってます。もう来週ですよね。そうですね。もう来週ですね。あら、そうそう。あとね、昔結婚する前にバンドで一緒にやってた人がいるんですけど、棚田さんっていう人がいるんですけど、その人とボンタナっていうユニットを組んでたんですね。ボンデと棚田でボンタナなんですけど、でボンタナを組んだ時は彼はギターの弾き語りを拙なく、で私はピアノの弾き語りを拙なくやってて、2人で一緒にやったらなんか一人前にできるんじゃないかっていうことで2人でユニットをやったんですけど、それが久しぶりにこう復活してっていうのは、棚田さんが棚田和夫オンステージみたいなのをやるんですよ。自分がやってるバンドとか、そういう私と一緒にやるユニットとか、いろんな何組かな、5、6組7組ぐらいを全部棚田さん出るんですけど、そういう一夜をやるんです。で日にちがまだ決まってなくて、もう決まってたら今日すごくいい宣伝だった。なるほどね。そうなんだ。それはそうです。それは越前市のソバーズ。ソバーズね。はい。なるほど。そうなんです。そこで多分今日今最後に歌った月の綺麗な夜にの最初の冒頭部は彼のギターから始まるというバージョンを今ちょっと作りつつあって。なるほどね。楽しそうだな。はい、もうちょっとそれも私が楽しみです。ということでね、これからもね精力的にライブ活動とねピアノの先生というね、二刀流で頑張っていくわけですけども、なんか活動ね、やっぱ素晴らしいね、本当に。素敵。今日は呼んでいただいてありがとうございました。本当にこちらこそ本当にぜひ本当にもうありがとう。もういつでもいつでもお待ちしておりますね。本当に。新曲出たらまた。もう本当に。その時はもうちょっと喉のね調子やっぱりかすれてきましたね。ちょっと今日乾燥してるのもあるからね。でも今日本当に素敵な一夜でございましたけど。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。また感想とか皆さん聞かせてくださいね。ぜひお願いします。これね本当にアーカイブ残りますので、皆さんぜひもう一度お聞き直してね、素晴らしいね演奏をねもう一回窓頃さんのね歌声とピアノの演奏をね聞いていただけたらなと思うんですけど、聞き逃してしまった方はね YouTube でも聞けますから。YouTube で聞けますから、ぜひお願いします。今日のこの番組を聞いていいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。ということでね、途中に言うの忘れちゃったよ今日あまりにも強くて本当に
はい、ぐたぐたやな、いつもの通り。はい、ということでね、はい、素敵なゲスト、ね、今日スペシャルアットナイトはまどころさんでした。拍手ということで。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ということで皆さんありがとうございました。長い間お付き合いいただきまして。ありがとうございました。はい、ね、通常回の、ジャミジャミラジオ、来週の火曜日、やりたいと思いますんでね、皆さん、また3時にお会いしたいと思いますけど、はい、来週の火曜日は何日だ？5月の、16日ですね。16日。はい。皆さんぜひぜひ、ジャミジャミラジオね。今度はね、なんと丸岡のグリーンセンターで、ね、そこ生中継ということで。すごく気になってるんですけど、なんかすごい素敵なとこですか？素敵なとこですよ。いい雨さえ降らなければ、ね、雨が降らないように今祈っておりますけども、はい。もしね皆さんね今日ラジオを聞いてね16日遊びに行けるよという人見ましたらぜひぜひお越しくださいということで3時から、やりたいと思いますのでね、はい、そちらの方もお楽しみということで、はい、それでは今日はね、ゲストまどころさんでした。ありがとうございました。拍手でお見送りしたいと思います。Jam Jam Radio